アフィックスの72分の1スケール日本海軍救急指揮官上爆撃機の仮組みを行います。救急艦爆ですね。このチャンネルでは初登場ですね。そうそう、実は救急艦爆のキットはエアフィックス以外にも積んでいるのだ。国内だと富士見、海外だとサイバーホビーもありましたよね。その通り、どちらもストック済みなのだ。富士見は1980年代でしたよね。富士見は1985年、サイバーホビーはだいぶ新しくて2012年に発売だね。で、エアフィックス版はいつ頃の金型なんです？初出は1965年、いわゆるクラシックキットなのだ。半世紀超え、でも今回の箱は新金型のことが多い赤箱ですよね。そこが落とし穴。今回はクラシック金型のパッケージ替え。赤箱、新金型と思い込むと赤箱トラップにはまるのだ。よく調べないから。ちなみに97艦砲は新生エアフィックスの新金型なんだけど、救急艦爆はクラシックキットだったみたいね。なるほど、同じ赤箱でも中身は世代が違うと。今回の赤箱は2012年頃の再販版。キット自体は昔のままだけど、ふむふむ。デカールは発色の良いカルトグラフ製に刷新されているのが救いなのだ。できればキットもリニューアルしてほしいところですが、クラシックを味わうのも楽しいですよね。というわけで、今回はエアフィックスらしいクラシックキットのレビューになるのだ。となると、モールドは凸ですね。そうそう、さらに前面に凸リベット。当時の雰囲気満点なのだ。時代感を楽しむディテールですね。とはいえ、富士見が登場するまでは実質これしかなかったわけで、今でも形を変えて売られているのは嬉しいですね。古いけど雰囲気優先で楽しむには悪くないのだ。ところで、他メーカーの発売状況も軽く整理してもらえます？了解。まず前述の通り、1965年にエアフィックスが初出。以後何度も箱替えで再販されているのだ。70年代には OEM もありましたよね。1972年に MPC へ OEM。北米市場ではこのパッケージの方が知られているのかな。そして国産の富士見が1985年に登場。そうそう、富士見は当時の国産らしい繊細な表現で、以降も箱替えしながら長く再販されているのだ。2000年代に入ると東欧勢も参入しましたね。2005年にポーランドの ZTS プラスティックがリリース。当然初めて知ったメーカーですね。さらに2015年には同じくポーランドのマスタークラフトからも発売。いずれも金型のルテンや OEM 絡みでラインに乗った感じだね。そして2012年のサイバーホビー。サイバーホビーはドラゴンの別ブランドで、シャープな造形と現代的なパーツ割りが特徴。日本ではプラッツ経由の OEM で見かけることもあるのだ。なるほど、ざっくりクラシックのエアフィックス、国産の富士見、新しいサイバーホビーって感じで性格分けできそうですね。そんなイメージなのだ。今回のエアフィックスはトツモールド&トツリベットの味わいを楽しみつつ、カルトグラフのデカールで見栄えを底上げという構図なのだ。仮組みポイントだとどこが見せ場になりそう？古いキットあるあるで、トツリベットはヤスリがけで消えやすいから、接合部の成形は慎重に扱って、すぐ見で昔の模型の味をそのまま残すのもありなのだ。確かに前面リベットのさらっとした影が艶消し塗装で生きることもありますもんね。今回はクラシック感を優先しつつ、仮組みで素性を見ていくのだ。ではエアフィックスの救急艦爆、じっくり見ていきましょう。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは今風な CG で描かれた救急指揮官上爆撃機なのだ。まさしく急降下中ってところね。真珠湾攻撃の様子かもね。では中身を開けていくのだ。薄いグレーのランナーが4枚。透明パーツが1枚。デカール。組み立て説明書。塗装図が入っているのだ。マーキングは2種類。真珠湾攻撃時の空母総流エブサ照射機と同じく空母化型搭載機が再現できるのだ。なるほど。部品点数は34点。対戦機の爆撃機としては少なめですね。ではエアフィックス72分の1スケール救急指揮官上爆撃機の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で2パーツというか座席のみなのだ。複座機なので座席パーツが2つなわけね。そうなのだ。パイロットはついてますね。操縦席もスカスカなので当然乗っていただいた方が良いですね。次はエンジンですね。エンジンは全部で1パーツとなる。カウリングとエンジン内部が一体成形なのだ。
前から見えるシリンダー部分のみ再現されているわけね。簡易的な表現なのだ。次はプロペラですかね。プロペラも2パーツ構成となる。プロペラをエンジンに差し込んで後ろから飛び出た軸に軸止めを接着するのだ。全体的に作りが簡素ですね。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。まずは先ほど切り出した操縦席と着艦フックを挟み込んで接着する。胴体のモールドはどうでしょうか。凸モールド、凸リベットになります。接着時はモールドに気を使って行うのだ。主翼はどうでしょうか。主翼は左右それぞれ2パーツ構成。主翼下パーツに主翼上パーツを貼り合わせる。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらも凸モールド、凸リベットとなる。やはりモールドが荒れないように気をつけるのだ。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造。ここはいつもと一緒ですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは分割となるけども操縦席の開閉選択ができない。透明度は問題なさそう。分厚いしちょっとすりガラスみたいになっているのだ。キャノピー取り付け時に組み込む部品もあるのね。照準スコープを機首上面に接着する。次は足回りですね。まずは主脚は全部で3パーツ構成。固定脚ですね。左右分割されたスパッツにタイヤを挟み込む。次は尾輪ね。尾輪は1パーツ構成となる。お好きなタイミングで取り付けられるわね。次は細かい部分の取り付けなのだ。キャノピー上面にアンテナを取り付けて、カウリングの背面に排気管を取り付けるのだ。左右視力仮面にはエアブレーキも取り付けね。最後は爆弾の取り付けです。爆弾は2パーツ構成ですね。では終わりに総評なのだ。今回はエアフィックスの72分の1スケール救急式艦上爆撃機の仮組みレビューをお届けしたのだ。仮組みしてみた感想はどうでしたか。古い金型だけにいくつか気になる点はあったのだ。とはいえ部品点数は標準的で短時間で形にできる手軽さは評価できるのだ。部品が少ないのはすぐ完成した姿を見たい初心者には嬉しいですね。内部構造の表現はかなりシンプルと感じたのだ。元の金型が1965年製ですからね。古典的な雰囲気を楽しむキットですね。その反面デカールは品質の高いカルトグラフ製。価格も控えめと考えればバランスが取れたキットと言えるのだ。海外モデラーからすると日本の艦爆を手軽に扱えるキットという点で貴重な存在かもしれませんね。ネットでの先人たちの意見を見てみると海外製ですから日本の目線からは厳しめの評価もありそうですね。外形のラインに関しては特に指摘が多いのだ。胴体上面やビブ、カウリングの形状、主翼と胴体の接合部などに誤差や簡略化があるとのこと。なるほど、やはり古いキットの宿命ですね。他にもモールドがやや甘いとかパーツ表面に引けが見られるとか金型の経年劣化を感じる意見も多いのだ。透明パーツの厚みや透明度も気になる点としてよく挙げられてますね。そうなのだ。仮組み中でもその印象は強かった。今の目線で見れば厳しい評価になるのも仕方ないのだ。とはいえカルトグラフ製のデカール目当てで買う価値もありますよね。歴史的価値とクラシックプラモとしての味わいを楽しむなら十分にありなキットだと思うのだ。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。